どうも、こんにちは。デミコです。はい。ですね、今日はですね、何をするかと言いますと、マットね、玄関マットを編んでる途中ではございますがっていう感じでね、間に割り込んでちょっと一つ入れておこうかなと思います。はい。玄関マットばっかじゃ飽きるかなと思いまして、はい。というわけでね、今日もね、じゃあね、モザイク編みのね、第6弾、パターン6ということで、ね、やっていこうと思います。はい。本日やるのはですね、こちらです。でん。あれまたこんな、なんか細かそうに見えて、だけど、同じことをずっと繰り返しているだけの柄なので、これも簡単です。これも簡単です。なのでね、これもまあ一応基本として一つやっていこうかなと。まあこれも結構いろんなところに使えるんじゃないかなっていう柄なんで、第1弾、第2弾、第3弾ぐらいでやったような、あんな感じの、なんていうのかな、ベースの柄っていうのかな。うん。そんな感覚でね、これもね、ちょっとね、やっていこうかなと思うわけでございますですよ。はい。そんな感じで、じゃあこれをやっていこうと思います。で、今日はね、人模様6目の柄。ということで、ちょっとやっていこうと思います。ね、形としてはもうこういうガタ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 っていうやつに、下向きのところにピュッ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 って線が入ってるっていうね、それだけの簡単なやつなんです。で、いつも通り基本ですよ。ね、モザイク編みは一段ごとにこう糸を変えていく。で、ね、今回はもう単純な柄にするんで、一段おきにこう交互に糸をね入れていくっていう感じで、ここの端っこはね、これはいつも通り、これね、一番最初の一目目は細編み、そして最後の目も細編みでございます。で、今日はね39目でやっていきます。はい、39目で25段、トータルで26段になるかな、最後ねやっていくから。で、使うのはこの前使ったのと同じ、これ白と青いやつね、これでやっていきますよ。というわけでね、今日はね、なんでこれをわざわざやるかっていうとですね、ちょっとね、喋りたいことがありましてですね、ひたすらなんか、あれじゃんなんか、マットをね、玄関マットのやつをね、こう、ひたすら編みながら喋るっていうのもね、ちょっとね、あれかなと。で、今日中にどうしても出したい。今日中にどうしても出したいから、ちょっとこれを割り込むことにした。私の、個人的都合によるものでございます。はい。すいません。はい。というわけでね、じゃあ作っていこうと思いますよ。はい。じゃあ、とりあえず39目、ね、39目取ってきます。で、使うのは、使うのは7号。逆ですけど、すいません。逆ですけど、7号です。7号を使っていきます。で、ゆったりめで39目を取ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39。はい、39目。ね、39目取ってきました。で、一番最初のこの1段目の段ね、これね、またこれでやると分かんなくなっちゃうから、ちょっと針どこ。はい。で、39目編んできたんで、で、一番最初1段目ね、ここ。はい。1段目は全部細編みです。はい。細編みで、こう、ね、白い線で。今回も、色の通り、ね、白いところは白。で、色のところが、ね、ブルーっぽいところがこの青いやつね、入れていくんで。で、1段目、ここはひたすら細編みを入れていきます。とりあえず1段目はずーっと細編みを入れていきます。はい。で、1つ編んで、で、拾うのは、ね、一つ立ち上げたら、隣のところの、この下のなんつうの上の半目上と裏山を拾う、編み方にしていくので、下一本残して、細編みをずっと入れていきます。こっちのね、下一本残して、細編みをずっと入れていく。はい。じゃあこれでずっと細編みを39目していこうと思います。というわけで、先日パリに行った時に見に行った手芸屋さんの毛糸がね、やっぱりなかなか品揃えが多いので、ね、買う時にちょっと迷ったりもするかもしれないけど、でもいつも私が行くお店の方が実はもっといろいろな種類の毛糸があるので、そっちのね、いつも行くお店の方も今度行った時に、他にね、お客さんがいなければ撮影をさせてもらおうかななんて風に思ってます。いつも行くお店の方は毛糸屋さんっていうかな、毛糸のコーナーと、あとはそれ以外のものの
コーナーっていうか、その店舗が別々なのね。正面になってるんだけれども、店舗が一応こう分かれてるわけです。ね、2つあって、で、まあ正面にね、あるんだけれども、そんな感じなので、毛糸もね、相当種類が多いです。あともう一軒、たまに行くちょっと高いお店。以前にも、店内は撮らなかったけど、そこまで行った映像は撮ってるんですけどね、そこも相当あります。で、だからそのあたりをね、私はメインで利用してるんだけれども、なんていうのかな、その入っているメーカーがあんまり重なってないところがすごくいいなと思ってまして、はい。なのでね、今度、そっちのいつも行く店と、あともう一軒のお店の方も、チャンスがあったら、ぜひね、撮影しようかな、なんて風に思ってます。やっぱりね、日本とはちょっと、なんていうのかな、雰囲気も違うし、こっちの糸が多いから、やっぱりこう、なんていうのかな、品揃えが全然違うから、皆さん興味津々だと思うので、まあ、ね、見つけた毛糸屋さんとかも、今度はね、片っ端から撮影をしていこうかな、なんて思ってます。というわけで最後まで来ました。はい。これで39目。ね。これで39目ですわ。ね。で、さっき言ったように、一段一段色を変えていくので、ここで終了なので、切ります。ね。ちょっと待って。止めて、で、切らないとね。はい。切ります。はい。じゃあ次。はい。このブルーの方を入れていきます。で、ブルーの方2段目。2段目。ね。2段目の方、ああいうのはだーっと今度は筋編み。ね。モザイク編みは基本的には長編みと筋編みの組み合わせです。ね。なので1段目だけ細編みだけど、2段目からは筋編み。基本筋編みか長編みです。で、長編み何っていうのはこのバッテンですね。いつもの通り、このバッテンしているところが、長編みになるわけでございます。長編みで下に下ろして下から引っ掛けてね、筋編みで編んだところ、残ってる筋のところを引っ掛けて長編みで上げていくね、下から引っ張って長編みで上げて編んでいくっていう編み方がモザイク編みなので、それをやるために2段目からはずっと筋編み、基本筋編みになります。はい。で、バッテン入ってるところを長編みにするんだけど、2段目は全然バッテンがないわけです。長編みで下ろすことがないんで。なので、ここは1本ずっと筋編みになります。で、見ていただくとわかるんですが、3本目もバッテンないです。はい。ね、3本目もバッテンないんで、3段目ね。なので、3段目の白いのもずっと筋編みになります。なので、3段目までね、そのまま入れていっちゃおうかな。ね。何気にそのまんま入れていこうかなと思うんですけど、はい。とりあえず、一番最初のところ、さっき言ったように、1目目は、細編みです。細編みなので、普通に取ります。普通に取って、針を入れて、で、引き抜いて、止めて、で、同じところにもう一度入れます。これで細編みね。はい。で、次からは筋編み。ね、筋編み。ここをずっと筋編みで入れていきます。はい。いやー、しかし、今の気温が、今日はですね、20度以下ですよ。ね、何度かな ?17 度ぐらいしかないのに、やっぱりむっちゃくちゃ暑いです、今私。はい。なかなかね、あれですよ。もうね、何十年ぶりっていうぐらいかな。とにかく自分の吐く息が暑いんですよ。暑くって、ですね、鼻の下に汗をかくんです。鼻の下にね、汗かくなんて子供の時以来だよねっていうぐらいね。だからね、吐く息が熱いのよね、結局。どういうこと？ここまで、なんか変化が出てくるのかと思って。そう。ね、びっくりしちゃう。本当に。鼻の下に汗かくんだよ。いや、これが実際汗なのか、多分自分の吐く息が熱いから、まあ、結露みたいなもん。だからね、もうね、ハンカチ手放せないの。何してたって、普通だって家にいる時ってさ、ハンカチ持って歩かないよね。ね。これね、編み物してたってね、テーブルの上にね、ハンカチっていうか、まあタオルですよ。置いてやってるんですよ。もうどういうこと？毎日もう洗濯するともうタオルだらけだわ。本当に。毎日使うから。というわけで、はい。ここまで来ました。はい。で、ここだね。ここで、ここが最後かな？最後が、待って。違う。ここ違うわ。ここが一番最後。ね。ここが一番最後なので、最後の目は、普通に細編みをして、で、引き抜いて終了。はい。終了です。はい。こんな感じですね。はい。じゃあ次、3段目いきます。はい。3段目。さっき言ったように、3段目も、ここ、バッテンがないので、下に下ろすことが何もないので、
3段目もずっと筋編みでいきますね。長編みすることないんでね、ずっと筋編みですよ。はい、はい、じゃあ筋編みずっと入れてきます。引き抜いて止めて、で細編みね、最初は細編みで、じゃあこの後ずっと筋編みしていきます。いやー、しかしね、玄関マット着々とね一応進んでるんですよね。進めてるんですけど、なんでね今日これをね無理くりね途中にねじ込んだかっていうとね、その喋りたいことがねどうしても今日中に、公開したいので、玄関マットの方は、今日中にはちょっとまだ終わらないので、なのでちょっと一休みして、これでねこれのフリータイムで喋ろうっていう魂胆でございます。はい。で玄関マットの方は今だいたい80センチまで来たので半分は越しました。でどうやってこうかなって考えたんだけど、とにかく一応ねもうずっと編んでるところをお見せしてもちょっと面白くないかなと思ったので、一気に最後まで進めます。でその後縁をねどう処理するかっていうところを取っていこうかなと、次は。そしたら完成です。はい。予定としては、滑り止めのね、やつを貼りたいなってちょっと思ってるんだけど、ちょっとね、こっちで見つかるかなって、ちょっと簡単に見つからなかったら、ちょっとね、日本行って、で、それで見つけようかな、みたいな。なので、とりあえずはそのまま置く予定です。はい。というわけで、はい、最後まで来ました。はい。で、ずっと筋編みをしてきたので、で、最後の1目は、細編み。細編みをして、で、ちょっと待って、細編みをして、でちょっとキュッと締めて、で引き抜いて終了。はいはい、終了で、こんな感じでね3段目まで入ってきました。はい、じゃあ次4段目です。とりあえず先に糸入れちゃいます。4段目、はいはい、4段目を入れて、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、はい、入れて、で4段目、はい、じゃあ4段目どうなってるか、今これね入れたところね1目目ね、で次1つ2つ筋編み、バッテンついてるから長編みで下ろす、で筋編み1つ長編み下ろす、で筋編み3つ長編みを入れて筋編みを入れて長編みを入れて筋編み3つね、そんな感じ。パターンとしてはだから長編み筋編み長編みで筋編み3つ、そんな感じのパターンですね。なのでとりあえずここから始まってるんで、とりあえず筋編みを2つしたら長編み1つの筋編み1つの長編み1つで筋編み3つ。はい、じゃあとりあえず筋編みを2つしていきます。でこのね筋編みね、色ここをずっと入れていくわけだけど、ここの白い部分ね、ここの白い部分は上からの長編みが追っかぶさってるっていうことなので、色は気にしません。色気にせずに、とにかくここは青い糸でずっと編んでいくので、バッテンがあるかないかだけに注目して編んでいきますね。で次は白ね、白いところは白い糸をずっと入れていくんだけどね、バッテンがあるかないか、それだけに注目ね。バッテンがなければ青くなってたって普通に筋編みは編み進めていけばいいね。色がかかってたらそれは上から来るね長編みの部分だから、それは気にしなくていいんですよ、編んでる時はね。というわけで今ね4段目のブルー、上から白がかかってるところは気にしないでください。とにかくバッテンがあるかないか、バッテンがあるかないか、それだけを見ててやるということでございます。はい。なのでとりあえず今2つ筋編みしたので、長編みをね引っ掛けて、で123ね、4目目なので間違えないように1234ね、隣のところ目下を拾って、4目目を拾って、で1つ筋編み5目で6目目でまた長編みをして拾っていくね、こういう感じです。はい、こういう感じね。筋編みをね間違えてここね、この長編みの後ろのここを取らないようにして、隣の目から1、2、3と筋編みをしたら、長編みで隣の目に下ろす、引っ掛けて、で隣の目に筋編みを1つ、そしてまた長編み
下ろす。ね、引っ掛けるのは筋編みで残った筋のところを引っ掛けて長編みをする。ね。で、また筋編みを1、2、3。はい。この繰り返しでございます。はい。じゃあこれでね、編んでいこうと思います。2。で、下ろす。で、1、2、3と筋編みをしたら、長編み、筋編み、長編み。で、1、2、3で、長編み、筋編み、長編み。1、2、3で、長編み、筋編み、長編み。で、1、2と編んだら最後は細編み。はい、これで4段目終了です。はい、4段目終了でこんな感じになりました。はい。はい、じゃあどんどんいきますよ。5段目入れていきます。じゃあ5段目入れていきます。で、細編みで留めて、5段目。はい、5段目白。ね、最初筋編みでバッテン入ってるので長編み、筋編み、筋編み、筋編み、長編み、筋編み、長編み、筋編み、筋編み、筋編み、長編み、筋編み、長編み。ね、さっきのと同じ、ね、なんだ、同じ感じだけれども場所が違うからね、違う感じで入れる。要はどうするかっていうと、ここ。さっき下ろした2つのこの長編みね、長編み、長編み。これの脇、両脇で白い、なんつうの長編みを下ろしてくる。ね。このさっき下ろした青いところの隣で下ろしていくというわけでございます。はい。なので、まず最初、筋編みを1つ編みます。ね。そしたら、長編みでさっき下ろした隣に下ろす。そしてここの頭は3つ筋編み。そしてまたその逆サイドの隣で下ろす。はいね、囲う感じで1つ筋編みをして、また長編みで両脇に下ろす。今回はこういうパターンになります。1、2、3で下ろす。はい、じゃあこんな感じでこの段編んでいこうと思います。1で長編みで1、2、3で長編み1編んでまた長編みで1、2、3で長編み1編んでまた長編みで1、2、3と編んで長編み1、長編み1、2、3で長編み音。はい。で最後は1編んで細編みね。一番最後は細編みでキュッと締めて、で終了。はいね、これで5段目まで入りました。はい、次6段目。おっとまあいいか。はい、6段目入れていこうと思います。はい、6段目です。6段目今1つ入れたところがここで、今度はさらにこの白く下ろしたところの外側に入れる。ね、そうするとちょうどここはさっきの下ろした1つ筋編み編んだところの間に入ってくる感じになるので、そういうことです。ね、1つ長編みしたら1、2、3、4、5と筋編みをする。そして1つまた長編みをして、で5個筋編みをして、また長編みを1つね。さっき下ろしたここの2つの長編みの白い長編みの間に青い長編みを下ろしていくっていうのが今回のパターンになります。なので、今ね1つ目編んだけれども、いきなりね次長編みで
下ろす。1で、そしたら筋編みを1、2、3、4、5ね。でここの一つだけ残ってるここにね、ここに全部1個ずつこの段は長編みを入れていくだけになります。はい、じゃあね、こういう感じ。じゃあそんな感じでずっとね、1、2、3、4、5で1っていうことで、はい、じゃあこれでずっとこの段編んでいこうと思います。1、2、3、4、5で1で1、2、3、4、5で1、1、2、3、4、5で1、1、2、3、4、5で最後一つ長編みを下ろして、で一番最後の目は細編みね、細編みです。はい、細編みで留めて、で終了。はい、終了。はい、こんな感じになりました。なんとなく柄が見えてきましたでしょうか。はい、次、針が飛んだ。針が飛んだ。はい、7段目入れていきますよ。はい、どんどん入れていきます。はい、止めて7段目。はい、じゃあ7段目はどんな感じか。今1つ入れたここね、1、2、3と筋編みをして1つ長編みで、1、2、3、4、5と入れて1つ長編み。はい、こんな感じです。はいね、ここのこのど真ん中に白を下ろしていくっていう感じですね。はい、なのでまず1、2、3ね、間違えたよ。筋読み。1、2、3と入れたら、ね、中心に来るので、この中心、ここに筋編みじゃない、長編みを下ろす。ね、ここの真ん中。ここにめがけて、白を長編みで下ろす。そしたら、1、2、3、4、5で中心にまたここ下ろす。はい、この繰り返しです。はい、じゃあこんな感じでここの段もやっていこうと思います。1、2、3、4、5で真ん中に下ろして、1、2、3、4、5で真ん中に下ろす。1、2、3、4、5で真ん中に下ろす。1、2、3、4、5で真ん中に下ろす。で、1、2、3と筋編みを編んだら、最後は細編み。はい。はい、こんな感じですね。なんとなく見えてきたかな。はい、次8段目。8段目入れていきます。どこだ、ここだ。はい。はい、止めました。はい。で、8段目。8段目今編んだとこ、ここ。はい。で、2つとりあえず筋編みをします。で、1つ下ろして、1つ筋編み。で、また1つ長編みで下ろして、で、3つ筋編み。
でまた長編み2つ、つまりここね、ここで4段目でやったこと、4段目でやったことと同じことをしますね。見たらわかると思うんだけど、4段目と8段目が同じこと、つまり4段ずつ同じことを繰り返すっていうのがこの編み方ですね。はい、4段ずつ同じことを繰り返します。なのでとりあえず最初は2つね、2つで、それがねどういうことなのかっていうと、2つ筋編みをしてここで下ろす。で1つ筋編みをしてまた下ろす。ね、4段目にしたのと同じことをする。つまりこれ見ると分かるけど、ここね、ここの下ろしてある白の降りてるところ、これの両脇に下ろすってわけですね。これの両脇に今度は下ろしていくね。1、2、3と筋編みをして長編みをする。で1つ筋編みをしてでまた下ろす。はい、この繰り返しでございます。はい、こんな感じで、はい、じゃあどんどん進んでいこうと思います。1、2、3で下ろす。1編んでまた下ろす。で1、2、3と編んで白の両脇で下ろす。1、2、3と編んで両脇で下ろす。1、2、3で白の両脇で下ろす。で1、2と筋編みを編んだら最後細編みで終了。はい。はい、いかがでしょうか。こんな感じでございますね。なので次はもうなんていうの、4段目5段目と同じことを9段目でするんですね。じゃそこまでちょっとやりましょうね。はい、次どうするのか。もうだからね、同じこと繰り返すだけなので、もうこのあれですよ、編み図はいらないっちゅう話になりますわね。今やったのここと同じことしたから、次の段どうすればいいんだろうって見た時に、あ、ここで下ろした両脇に下ろしておけばいいんだっていうだけの話なので、まず最初にね、筋編みを、余計なの拾ってきましたな。はい、筋編みをしたらその隣で下ろす。で1、2、3と編んだら下ろすね。で1編んでまた下ろして、で1、2、3と編んだらまた下ろす。1編んでまた下ろす。はい、じゃあこれでこの段ずっとやっていきます。同じことの繰り返しです。1、2、3で1、1でまた1、2、3で1長編み、1筋編み、1長編みで1、2、3でと割れるな、ね、長編み、筋編み、長編みで筋編みを3つしたら長編みで筋編み1つして、で最後は細編みと。はい、じゃあこんな感じになります。どうでしょうね。同じこと繰り返してます。次
10段目。つまり10段目は6段目と同じことをするだけです。はいね。この白のどこと同じことをするかって言ったら、これと同じね。一つ下ろしたらここの間、ここ白の降りてるとこの真ん中、ポッチで残ってるとこ、ここに下ろしていく。超簡単でしょ今回のね。今回のも超簡単だと思います。これも超基本ね。2、3、4、5でこのポッチのところに下ろす。はい。じゃあこうなんでね、ずっとやっていこうと思いますよ。この段ね。2、3、4、5で下ろす。1、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 2、3、4、5で最後一つ下ろして、で最後は細編みです。はい、こんな感じで。で次何するかって言ったら、ここ真ん中のところに白いのを下ろしてくるね。はい。一つ入れて、でどこで下ろすかっつったら、この中心ね、ここと同じことするからね。今度またね、ここと同じことします。なので筋編みを1、2、3、そしたら真ん中に下ろす。でまた1、2、3、4、5と進んだら真ん中になるんで、真ん中で下ろすね。もうずっとこんな感じ、同じことを4段おきにやっていくっていう感じなので、はい、こんなに難しいことはございませんね。楽でしょ。これも簡単なんです、非常に。だけど見た目なんか結構ね、なんか手がかかってそうなっていうか、なんて言ったらいいのかしら。モザイク編みってでもそんな感じよね。結構さ、なんかこう手がかかった感じがするっていう感じじゃない。なんか簡単な編み方でもね、そんな感じなんでね。なのであれですよ。なんかあれもう一回か。なんかこうなんていうのかな、こう超頑張って編んだ感が出る編み方、モザイク編み分かんないけど、何言ってるか分かんないけどでもね、そんな感じでいい感じで見えるんで、本当にね、凝ってる風に見えるんでね。1、2、最後3で、最後は細編み。はい、どうでしょう。これで2段分っていうのかな。一応だから2段分って白見たら分かるんだけどね。これね、こういう感じで、ここほらあえてわざと下ろしてないんだけどね、実はね。そういう作りなんで、これは基本的になのでそういう風にしてありますけど、一応だからね2段分完全にこう模様が入ってきました。というわけでね、この後はねずっとねこの25段目までずっと続けていこうと思います。はい。で最後になったらね、またね戻ってきますけれども、とりあえずここからの映像はまたあれですよ、フリータイム用の映像になるんで、はい、ここから次に
ボンと最後の方まで撮った映像がここには入ってくると思います。で、フリータイムを、見たい方は、その後になりますので、最後の部分にフリータイムをね、置いてますので、というわけでね、じゃあね、フリータイムの人はね、またね、後でね、お会いしましょう。っていうかもうすぐ次続きを見てね、その後にフリータイムが入るからずっと続けて見てくれるんだろうと思うんだけれどもね、もちろんね。うん。でもとりあえず、ここからね、じゃあ最後のね、ところ、仕上げをね、ちょっとやっていこうと思いますよ。はい。はい。というわけで、こんな感じでね、柄をね、1、2、3、4、5、おまけの6段ね。こんな感じで編んできました。じゃあね、ここから、最後のね、仕上げをね、していこうと思います。仕上げはいつものように、今回も筋編みで、ね、やっていこうと思います。なので、ここは一つ取って、細編みをして、で、ここを全部筋編みで拾っていきますね。最後の段でございます。いやーでもこれは本当にね、編み方が単純なんで、ここまでも早かったですよ。なんかちんたら編んでたんであれなんですけど、今まで編んだやつよりも全然早いっていうか、30分ぐらいで編めちゃうかな。だから本当に簡単って感じ。もうね、これね、ちょっとお見せすると分かると思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。これね、編み終わったらお見せしますけれども、やっぱりでもあれだね、この白と青で編むと、こう、柄がね、いい感じだね。こうなんか、やっぱり、ね、夏は過ぎたけど、でもちょっと夏っぽいみたいな。ね、いいね、青と白の組み合わせ。この組み合わせをね、買ってよかったよっていう感じで。っていうか、ね、これでなんか編みたい気もしなくもないけどっていう感じでね。でもまあとりあえずパターン用に買ってきたんで、パターン用にしますよ。ね。いっぱい買ってきたからあれだけどね、こんだけ全部パターンできるかどうかそんなにね。ね、そんな、これでいいのか？そうだね、これでいいんだね、最後。で、最後は、ね、細編みで。これで終了になりますね。はい。さあ、できましたよ。さあ、じゃあね、これをね、この方向で見てください。ね。こうやって、ブルーが1本あって、カクン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 って四角が出てる。これひっくり返してみましょう。これひっくり返すと、あら、白が線があって、白がカクン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 。ね、上下で同じですよ。同じなんです、実は。同じ柄になってるんです。っていうことで、はい。どうでしょう、こんな柄。ね。上から見ても下から見ても、ちょっと違う感じに見えますけど、でも実は色が違うだけでやってね、上下でこうひっくり返しても、実は同じ柄っていうね、ことでね。はい。いかがでしょうか。はい。こんな感じでやってきました。ね。ここをね、通すのもね、これね、こうやっていつものように、ね、こっち行っちゃってるやつを通すのはいつものように、ここの、ね、斜めってる、ピンピョンピョンピョンってここに出てる、こうやってもよんって出てるやつね、ここの部分に通してあげると。ね。ここの部分。ね。ここの部分。ここに通してあげると、まあ横に来るよっていうことでね。このままフリンジとして利用する方は、こんな風に通してみてはいかがでしょうかっていう感じですね。はい。でもね、あれですよ。あれあるでしょ。玄関マットね、今編んでるでしょ。玄関マットはちゃんと処理しますから、こうじゃなくてフリンジにはしませんので、はい。編みくるむ方式で周囲をね全部一周編んでいくんで、ね、その時にはどうやってやるのかっていう説明をねまたねしたいと、ちゃんとその時にしたいと思いますけど、じゃあとりあえずこれ全部入れていきますわ。いやー、今日のねお昼ね、ちょっとね、ほらね、日本に帰る予定にしてるでしょ。だからね、日本でまた新しいの買ってこうと思ってですね、残ってたお餅を焼いたわけです。はい。残ってたお餅を焼きました。はい。まあパリで買えるんだけどね、お餅はね。で、お餅を焼いたんですけど、海苔がないんだわ、今。ね、海苔がないの。でね、いや、パリで買いたいなと思いつつも、
いや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 、いや、買えるんですよ。買えるんだけどね。うん、でもなんかね、日本に行く直前になるとね、いや、ちょっとでも我慢しようってなるわけよ。日本で買ってこようかななんて思って。うん。いや、本当はね、だからね、そのいろんな、こっちで買えるものはもう日本で買わないでこっちで買うようにしようって決めたはずなのに、なぜかやっぱり日本行く直前になると、いや、日本に帰るんだから日本で買おうとか思っちゃうっていうね。で、海苔がないんだけど、海苔がない時のね、私ほら、磯辺巻き好きだから、だから磯辺巻きしようかなと思ったけど、やべ、海苔ないわ。いや、海苔ないわ。どうやって食べようっていう時の、何もない時の食べ方。お餅の食べ方。ね。あんこも作ってない。どうやって食べよう。どうやって食べよう。砂糖醤油はあんまり好きじゃない。うん。あんまり好きじゃない。やっぱ嫌いじゃないですよ。たまに食べたくなるけど、でもそんなに、なんていうのかな、食べたくないんで、何をするかっていうとですね、みんなおすすめですよ。これ。おすすめです。ガーリックおかか。チーズガーリックか。ガーリックチーズおかかおかかですわ。美味しいですよ。今回は普通のニンニクを刻んでねパラパラパラってかけたんですけど、お餅焼くじゃないですか。でお餅しばらく焼いてプックーってちょっとなってきたら、そこに刻んだ細かくねみじん切りにしたニンニクをねパラ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 って上からかけて、ちょっとなすりつけるようにしてかけて、でそしたら、ね、ちょっとでそしたらあれですよ、その上からチーズね、チーズをかけるわけです。刻んだなんて言ったらいいの、なんて言ったらいいのに、ほらピザに乗っけるようなチーズあるでしょ日本だとね。そういうチーズをねバーッとかけて、でそれで焼くんですよ。でねお餅がプックーっとしてきて、でチーズがデローンと溶けてちょっと焦げ目がついたりなんかしたりしてね。でそしてきたらお餅が焼けたらもうそれで OK で、それで出して、で最後食べる前にちょっと塩振って、でおかかですよ。最高ですよこれ。マジ美味しいからこれやってみてね。やってみて。というわけで今日はそんなお昼ご飯でした。はい。というわけで、はい。どうでしょうか、出来上がりました。はい。こんな感じでございます。この柄もね、シンプルで、なんていうのかな、なんていうのかな。何にでも使える柄だと、これもね、やっぱり思います。こうやって一番最初のさ、第1弾の柄とかさ、あと第2弾のさ、第3弾か。で、ずっと入れてた、柄あるでしょ。あれと同様に同じような感じでこういう柄も、使ってみてはいかがでしょうか。というわけでね、本日はねここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。これで第6弾ということでね、次もどんどん進んでいきますね。次はね今やってる玄関マットの柄をねちょろっとね、ほんのり難しいように見えて、でも実は全然難しくないよっていう柄なので、っていうか基本的にモザイク編みなんてそうなのよ。難しそうに見えて難しくないの本当は。なのでそんな感じでねちょこちょこパターンをね、どんどんやっていこうと思います。というわけで、ここまでの方はここまでということで、どうもありがとうございました。じゃあ、引き続き、フリータイムの方に突入される方は、このまま引き続き、ご覧ください。というわけで、じゃあ、ここまでの方、次回の動画でまたすぐにお会いしましょう。というわけで、どうもありがとうございました。じゃあ、またねー。さよなら。というわけで、今回のフリータイムはもちろんあの話題、自民党総裁選。はい。今回のフリータイムのお時間でございます。はい。ね、何が話題かって言ったらね、やっぱりね、自民党総裁選ですよ。だって明日結果出るからね。でね、いっぱい喋りたいことがあるから、もう超早口で喋っていきます。はい。超早口で喋っちゃいますよ。ちょっとね、慌ただしくってね、編み物にはね、合わないかもしれないけどもね、ちょっともう、今日はもう、ちょっとごめんね、本当にごめんねっていうことで、はい。あれもこれも喋りたいんだけど、でもね、今日はね、基本的にね、軸はね、外野のね、総裁選の外野のね、地位猛量にね、軸を移してね、ちょっと喋ろうかなっていう感じなんです。で、最後に私が思うこと、ね、それをちょっとね、話していこうと思います。はい。まずね、これ、ここ1週間のね、記事からちょっと選んだ記事。これね、9月21日のトースポの記事。ね、これ見た人も多いと思うんだけども、立民、陳幹事長、
違うな、福山幹事長が枝野代表を5人目の総理候補として総裁選候補者との論戦陳提案というニュースね。これね、このニュース見た時笑ったよね。何を言ってんだこいつはと。ね、立民の陳君が21日の国会内で行った会見で自民党総裁について言及したと。ね。で、まず陳君は、4人の候補者の掲げた政策に関し、考え方、政策が異なる組織だと分かったと分析したというって。何言ってんの今頃。今頃分析したの？ね、何年自民党と付き合ってんだよって話だよね。だってさ、自民党ってさ、前から言われてるっていうかさ、自民党の議員自体がもう前からずっと言ってるじゃん。自民党は左から右までいろいろいるわけで、その中でそれぞれが違った政策をテーブルに並べてみんなで議論して、そこで意見をこうけんけんがくがくやって集約させて一つの結論を導き出して党としてそれで意見をこうまとめていくと。でね、それであとはみんなで決めたそのなんつうの意見をね、政策を一丸となって推し進めるっていうそういう政党だって前からさ、自民党の議員自体が散々言ってるじゃん。でまさにそれが民主主義なわけでしょ。だってそれを今更分析とか言って偉そうに今頃分かったのって話でね。でもね、でもそっかそうだねって、そういや民主党っていや旧民主党のことだけどね、が政権やってた時ね、民主党政権の時ってね、当時も今もね立憲ってそうだと思うんだけど、部会ってないんだよね。自民党みたいなね、いろんな分野ごとでみんな話し合って国民からの意見も吸い上げて、でそこで意見をまとめていくっていう過程なんだけれども、過程があるんだけれども、それなしで旧民主党っていうのは政務三役で全部決めて、で下々のものは政策決定に関われない政党だったわけですよ。でね、しかもその下にねその政策を下ろしてこないから、下々のものはトップが何をやろうとしてるかわからないっていう話だったわけ。だって小沢が言ってたじゃん。下々のものは選挙に通ることだけ考えてればいいって、政策決定するのはトップだけでいいって言ってたのよ。それってさ、でもさ、どっかのさお隣の大国がやってることと同じだよね。ね、いつもさミーガーとか言いながら自分とこの議員の意見すら聞かない党だったわけよ。でね、今回のねその総裁選に出てるその4人の中でこのやり方に一番近いのが河野太郎なんだけども、それはいいとして、でちょっと飛ばして、で枝野はこの日国会内で開いた党執行役員会で挨拶し、私自身にスイッチは完全に入っているって。何のスイッチよ何のスイッチ入れてんのよ。ねえ、先頭に立って国会で訴えると話し、次期衆院選に向けて地方遊説などで政策の発信を強化する意向を、強調したと。でもさ、立民の政策って何よ。なんかあったっけ。なんか夫婦別姓とかそういうやつ。でも最近言ってたのはさ、ほら年収1000万以下の人の所得税を1年間ゼロだっけ。なんかさ、これさ、なんか思い出すよね。なんか既視感ない？以前のさ民主党政権の時のさ、なった時にはさ、高速道路の無料化をするとかさ、ガソリン税廃止するとかさ、なんかそれと同じことだよね。で実際はって何もできなかったよねって話でね。だからこんなことできるわけがないっていうか、もう本当に腹抱えて笑っちゃうぐらいのアホな政策っていうかさ、この話はちょっと後でしょうか。陳君は、続きね、記事の続き。陳君は総裁選4候補者の論戦に、枝野氏を参加させたい考えをこう披露した。本当ならば枝野代表を5人目の総理候補としてあの方たちと議論することが日本の政治には不可欠です。何を言ってるんだろうっていう感じじゃない？だって本当ならばってどういうことよ。日本の政治には不可欠です。だって何言い切っちゃってんの。頭ちょっと不自由になってきたのかな。本当ならばとか5人目の総理候補ってまずこれは自民党の総裁選を決める選挙であって、そこに他党の代表が論戦に加わるわけで、総理候補って何よ。支持率 3% 政党の代表が総理候補。支持率 3% でどうやったら総理候補になれるの？論戦に参加したいならまず必須なのは自民党に入ることでしょね。まずそこからね。だって自民党総裁を決める選挙だからね。よその政党のままでは参加できませんよ。当たり前だけど。なのに本当ならば、日本の政治には枝野代表5人目の総理候補として参加させることが不可欠だって何言っちゃって。もうなんかね、もう本当になんか頭不自由だよねって。だからまず自民党に入って、そして20人の推薦人を集めてね、そして参戦すれば論戦に加わりますよって。無理だろうけどね。しかしさ、本当にさ、本当ならばってそんな自分がどれだけトンチンカンなこと言ってるのか分かってんのかね、この人ね。でもさすが陳君の陳提案ですな。で
立民内では新聞やテレビが総裁選一色のムードとなり、野党としての存在感が埋没することへの危機感が強く持たれてる。大丈夫だよ。これ以上埋没しようないからさ。だって支持率 3% でしょ。これがさ、2% になったところだってさ、そんなの誤差の範囲だよ。ねえ、誤差の範囲ですよ。でも 3% が 2% に減ったら何%減？ 30% 減になるの？それは大きいな。それは大きいな。でもつまりあれでしょ、自民党ばっか話題になってずるいって話でしょ。俺っちの露出が少ないからどうにかして俺っちを出してくれっちゅう、それを言ってるわけでしょ。もうさ、つかさ、自分たちで話題作ればいいじゃん。でもその話題がとんちんかんだからしょうがないんだな。ね、話題作ったってどんどん落ちていくわけよね。だってさ、年収1000万以下は税金なしでしょ。またさ、そうやってさ、実現困難なことを掲げてさ、いくら票が欲しいからってさ、そんな青な政策で釣れるかってのね。釣れる人がいたからね、政権交代が起こったわけなんだけども、でもなら絶対無理だった。私は当時でも言ってましたよ、本当に。でもそうだな、言えばね、民主党の功績もありましたよね。誰がやっても同じじゃないってたくさんの国民が知ったでしょ、あれでね。だからね、全くね、功績がなかったわけじゃないとは思ってんのよ。でもね、あれを思い起こせばね、これでね、政権交代なんてのを起こせるわけがないっていうかさ、年収1000万以下税金なしとか、ね、所得税なし1年間。アホかっちゅう話ですよ。そんなのできるわけないね。やってみたらいいってね、そうやってやらせるわけにもいかないからね、今回はね、絶対に。なのでね、あれですよ、みんなあれですよ、そっちが言っちゃダメですよ。やらしてみようなんてね、自民党にお給を据えて一度やらせてくださいっつってやらせたらとんでもないことになっちゃったんだからさ。だからもう絶対やらしちゃダメなんです、そこは本当にで、記事のね、そのネット上のこの記事に対するネット上の反応ですよ。国民の多くが野党に期待していない証として反省すべき。報道されない方が国民の受けが良くなる。だってでもそうだよね。報道しない方がいいよね。だって年収1000万以下は1年間所得税ゼロだよ。無理でしょ。誰が信じるかっつの、そんなのね。素人が考えても無理だってわかるんだ。そうか。つまり素人以下ってことですわ。なるほど。でね、このニュースね。だからなんつうの言ってんのがさ、結局はさ、この1000万円程度を下回る人の所得税を1年間実質ゼロにする考えを示したって言ってっけどさ、枝野がね。でね、だからその理由っつうかさ、同時に言ってることが、儲かってる超大企業にや大金持ちに応分の負担をしていただくとして、大企業や富裕層に対する課税強化を通じ格差是正を図る方針も打ち出したっつってるわけよ。だからさ、儲かってる人からいっぱい取るそうですよね。いっぱい取るそうです。またさらに。でもね、それやってね、金持ちが国外逃亡したのがフランスですよ。ね、言ったらね、高額納税していた人たちがもっと取られるよって逃げちゃったわけよ、フランスはね。そしたらね、減収ですわね。余計お金入んなくなっちゃったの。だからフランスもね、税金がものすごいのよね。取れるとこからとことん絞り取る感じなわけよ。でこっちで店やってる人が言ってますよ。儲けてもね、儲かった分だけ取られるって。だからね、日本で店やって同じだけ儲けてたら左打ちはだって言うんですよね。だからそれだけ儲かってんだ本当はね。でも儲かったら儲かった分だけもう分取られちゃうわけよ、政府に。だからね、フランスもね、なかなか商売がね、難しい国なんだけど、で、取られた税金がどこに行くかって言ったらね、働かずに社会保障に頼って生きる寄生虫みたいなさ、あっちやこっちやらこっちやらからのさ、移民ですよ、言ったら。移民。私も移民だけどね。私ら正当な理由があって来ててさ、お金も払ってちゃんとした手順踏んでさ、手続き踏んで、書類揃えて、で申請して許可もらってんのにさ、そんなの全部吹っ飛ばしてさ、たかがさ、5年いたから10年いたから紙くれって何言っちゃってんのって。そんな人たちバカなんだよこの国は。本当にだからね、言うじゃん、海外をさ見習ってとか言うならさ、しっかり欧米の国が失敗してる政策とかもさ研究すべきだと思いますよ。本当にいいとこばっかっていうか、いいとこっていうのは自分たちにとって都合のいいとこねばっかりさ引っ張ってきてさ、そうじゃなくてさ、失敗してる政策いっぱいあるんだから、それ見てさ、自分たちの国にさ他人の国見て我が国直せじゃないけどやってきゃいいじゃんね。あんなばらまきなんつうのはさ、本当にさ行くべきところにお金をさ渡すならいいけど、そうじゃないところに流れてくわけですよ。制度を悪用する人って必ずいるからね。でもそれがね嫌だから、それが度が過ぎちゃったから、フランスは金持ちがどんどん逃げちゃったってわけですよ。はい。じゃあね、次の話題。品太郎推しの田原総一郎。ね、これね、聞いた人も多いと思うよ。援護射撃のつもりで背中打っちゃったって話ですよ。この前の朝生でね、田原総一郎がやっちゃったわけですよ。ね、品太郎はね、出馬会見で
持論を封じたわけですよ。原発ゼロを封じ、女系天皇論を封じ、それで逆に保守から反感買ってるわけだけどね。だって信用できないじゃん。だって総裁選のために持論を曲げて、つまり自分の持論のままでは通らないと思ってるってことなんだけど、でもそれってさ、分かってるってことだよね。だって少なくとも自民党支持者にはさ、受け入れられないってことね。でもさ、こっちもバカじゃないからそんなのに騙されるわけなくてさ、総裁選に勝ったってさ、もし総理なんてことになったらさ、また絶対さ、自分のさ、その持論を持ち出すってみんな疑ってたわけじゃん。だってそんなのね。そしたらさ、それをさ、なんとそしたらなんと田原総一郎がそれをばらしちゃったっていうわけでね。なんて言ったかっていうと、河野太郎が、筆休めしたとき、誰が言ったやつも、女系的なもんとして、どうにもなかった。で、河野言ったのよ。あの人は選挙、がっかりしたぞと。ありがないと、麻生が OK しなかった。最後に河野に、総裁になったら、麻生なんて構わずに、やりたいことやると言ったら、やりやすいって言った。にやり。ってね、最後ににやりとしたわけよ。にやりよ、最後に。ね。つまりね、彼が言いたかったのはさ、あんなこと言ってたけど、でも実は河野はちゃんとやってくれるぞと。ね。田原さんは言いたかったんだ。でもね、結果的にはね、白太郎が要はね、嘘ついてたってバラしちゃったってことよね。だから信用できない人間だってことを言っちゃったんだよ。バラしちゃったんだよ。援護射撃のつもりが背中打っちゃった。もうね、だからね、田原総一はね、引退した方がいいんじゃないのと。ね。もともと私は昔からあの人大嫌いだけどさ、討論つって言ったってさ、喋ってる人を詐欺ってさ、ほら、別の人に振るなんてことがさ、しょっちゅうあったわけでしょ。もうあれほんとイライラしちゃってさ、私見ててさ。で、昔はさ、朝まで見てたけど、今は10分だって無理だわ。5分だって無理だよ、多分。まあ、今はね、以前のように朝までやってないけどさ。で、次の話題ですよ。次の話題とっとと行くんだけれども。で、毎日新聞のネットアンケートの結果が、ズームの TBS の YouTube アンケートは違う結果ねっていう話でね。うん。でね、見た人います？YouTube の TBS のアンケート。あれさ、高市さんがさ、50% に到達した時点でさ、止まったわけよ、アンケが。初めて4時間っつったかな、7時間っつったか忘れちゃったけど、そのぐらいでもう止まっちゃったんだよね。でも投票する人はどんどん増えてって、その時は数万人っていう数字が最終的には十何万人っていう数字まで膨れたのに、パーセンテージが全然変わらないと。で、おかしいんじゃないのって言い始めて、で、そしたらそのアンケート始めた2日後にさ、なんか TBS の方がさ、不具合で結果がちゃんと反映されないからって非公開にしちゃったわけよ。ね。私はさ、なんていうの、例えばさ、新聞のさ、そのメディアとかの普通にやるアンケってあんなのさ、いくらでも数字いじれると思ってるわけよ。もしかしたらやってないかもしれないからね、アンケなんてね。自分たちの望む数字を出してるだけかもしれないからね、あんなのね。いくらでもできる。だけど今回の TBS の YouTube アンケはさ、やっぱりほら、それを見た人が投票するわけでしょ。ってことはさ、ある程度、普通にみんなが平均的にこう、なんていうの投票する確率があるわけよね。だけど、毎日新聞 TBS なんかはさ、自分たちの望む結果っていうのがあるじゃん。結局さ、今回の TBS の YouTube アンケってさ、自分たちの思い通りの結果が出なかったから、不具合っていう理由でさ、閉じちゃったわけよ。で、そんなこと誰が信じるかっていうのは。ね。だって、不具合ってことはさ、YouTube 上でやってるから YouTube の不具合ってことでしょ？で、YouTube、に不具合があってって言ってるわけよ。これでいいんですか YouTube さん。不具合が YouTube にありますよって言われてますよって話ですよ。うん。これで閉じちゃったわけよ。非公開にしちゃったの。だから 50% に到達した時点でさ、もう他の人がその高市さんを抜くってことは絶対にないわけじゃん。だってね、よっぽどバイデンジャンプみたいなことしない限りね。うん。だから無理なわけでしょ。バイデンジャンプ4位を多分用意してなかったからね。うん。最初は河野太郎がトップを切ってて、その後に高市さんが伸びてきたってことは、そのままほっといたらどんどん高市さんの票が伸びる可能性があったわけよね、パーセンテージがね。だけどその勢いで 50% に到達した時点でもう無理だとね、高市さんの結果が伸びていくだけだと判断したから、そこで多分アンケを閉めたんだと思うんだよね。で閉めたまま放置しておいて、どうしようかなでも消すわけにもいかないし、どうしようかな、出した結果が不具合ですみたいなね、結果がちゃんと反映されないって。だからちゃんとした結果ってあんたたちにとって何よって、要は河野太郎が一番っていう結果でしょ。それが彼らにとってはちゃんとした結果っていうことであってね、その結果が得られなかったから閉めちゃったっていうわけですよ。どう考えたってね。じゃあね、こっからね、はい、最後のまとめに入ってきますけど、これ9月27日の山田博さんのツイートね。山田博さんね、国会議員ですよ、自民党のね。ちなみに高市さん推しです、この人はね。で、いよいよ国会議員票の勝負。これまでの言動で高市早苗さんを支持して
当然と思われる議員でもまだ態度を明確にしていない人がいる。生みの親、育ての親、仲間、そして上手に渡ろうとする魂胆。いろいろ事情はあるだろうが、今は政治家として巣立ちの時と心得よ。迫る国家危急の時に、の時は自らの信念で巣立つ時だ。もうこれ一言に尽きるよねっていう話ですよ、本当に。ね。だからね、言ってることって結局ね、他人軸で生きるか自分軸で生きるかっていうことと同じだと思うわけよね。他人軸で生きるっていうのはさ、利益とかしがらみの中でさ、本当の自分は何なのかもさ、見えないまんま、その周りに流されながらね、なんていうのかな、その中で自分の立ち位置を決めて立ち回ろうとする人ですよ。ね。まさにそれがね、品太郎でございますけれどもね。つまりそれはね、確固たる自分っていうのがね、持たずに意見を周りによって変えていくから、自分すらも信じることが多分できないんだよ、こういう人って。だけど、自分軸で生きるっていうのはさ、はっきりさ、自らに対するさ、その信念を持って自分は何を守りたいのかっていう、自分はどうして生きたいのか、自分の本当の望むのは何なのかっていうことを持ってる人は何を言われてもぶれないわけですよ。それがはっきりしてるから。その自分の利益とかそういったものを守ろうということじゃなくて、自分自身を守ろうとすれば、それはブレませんよ、やっぱり。自分自身ってなんていうの、自分の身の保身とかそういうことではなくて、自分のその精神、自分の持つ信念、それを守ろうとする人、ね、それが正しいと思ってそこに忠実に、進んでいこうとする人は、それが真にあるから強いわけですよ。でね、だからね、そういう人が導く日本の、姿っていうのはね、きっとね、未来っていうのはね、明るいんだと思うわけですよ、私はね。うん。だからね、戦後ずっと続いてきたわけですよ。周りの国のね、いろんな国の顔色を伺いながらね。でもね、そんなね、外交とかね、防衛はね、もうね、うんざりなわけですよ、今ね。だから今はね、日本はね、自らの足で立つ時、日本こそがね、巣立ちの時だっていうことですよ。だって今までほら、で、アメリカにお伺いを立てて、守ってもらえるのか、守ってもらえないのか。おかしいでしょ、だって言ったら。自分の国は自分で守る。そんなの基本じゃない。それがね、経済水準が世界で第3位の日本がなんでそれができないのって話でしょ。昔はやってたのに。たった一回戦争で負けただけで、それでなんで羽折っちゃうのって話ですよ。ね。だからね、言うでしょ、国民のレベルが国会議員のレベルね。だったらまずね、日本の国民がね、自らの足で立つ。そこですよ。政治はね、国会議員のものじゃなくて、国民のものですよ。本当だったらね、無関心でなんてね、いられないはずなんですよ。だけど、国民が無関心だから、しょうもないね、なんていうの、新官だのね、備中議員とかね、うぞうむぞうの地味猛量が出現するわけですよ。でね、自分はこの国の一人であり、そしてこの国の歴史の一部であるっていうことですよ。それをね、もうしっかりなんていうのかな、意識してほしいなって私は本当に思うんですけど、私たちがするべきことっていうのは、先代がずっと守ってきた日本を、それを次の世代ね、子や孫へとこう渡していくのが私たちの責務なわけです。この国に生まれた2000年以上続く日本ね、世界で一番歴史の古い国ですよ。それ2000年以上続いてるわけです。だけど私たちの代なのがたかが70年80年ですよ。まあ今伸びて100年かもしれないけど、でもその世代でね、日本をね、亡国への道へとね、進ませてはいけないわけですよ。で、まさしく今進もうとしてたわけです。でもその日本を本来の姿に戻すべき道へと導くべきなわけですよ。今、この時に。じゃないともう遅い。私には子供いないけどね、だから直接我が子に伝えることはできないけど、でもね、日本国の歴史の一部を担った世代としてね、今まで先代が作ってきた日本っていうのもそのまま受け付けなきゃいけないんだよっていう、なんていう、時間の軸っていうのかな、その時間軸の中で生きてるんだっていうことをね、やっぱりね、伝えていかなきゃいけないんじゃないかなと。それが歴史であってね、日本国のね、歴史の一部をね、担った世代として、今まで持ってる日本の国体っていうものをそのまま次世代にね、こう、受け渡せるよう、ね、例えばその日本をね、壊そうとする輩を排除するとかね。だから思い出してくださいよ。かつてね、徳川家康はね、なぜキリスト教を弾圧したのかってね、弾圧して鎖国したのかって。いやね、今鎖国しろって言ってるわけじゃないですよ。そうじゃないですよ。でも、その精神は何だったのかってことですよ。日本の国体にそぐわないものを排除し、国を守る。ね、それが今ね、日本に必要なこと。日本だけじゃない。各国が必要としていることなわけですよ。ね、それをしなきゃ、日本は消える。ね。日本という国名は残っても日本という精神は失われるということですよ。それをやろうとしたのがアメリカのトランプ大統領だったわけですよ。だけど、そうじゃない、違う形に変えていこうって、自分たちの利益を誘導しようとする人たちとかね、そういう人たちのせいで潰されたわけだけれども、彼はそれが分かっていたから大統領になったわけでしょ。
だから今日本に必要なのは誰かってことですよ。ね、守るべきものが何なのか、それを知ってる人にリーダーになってもらうと困るわけです。じゃないと日本という国は消えます。日本という精神が消えます。たとえ国名が残ったとしても、もしかしたら日本書かもしれないしね、わかんないけど、残ったとしても、だけど日本の精神は消える。それでいいんですかってこと。だからね、私はとにかく最初から言ってたけど、もうとにかく高市熱望でございます。はい。高市総裁熱望でございます。ということでね。いろいろ話しましたけれども、今回はね、総裁選を取り巻く地味猛量、そして最後に私のね、思ってることをね、ちょろっと話しましたけれどもね、今日はね、28日です。明日結果が出ます。ね。最悪品太郎が通ることはもうないと思います。はい。木村太郎さんも通るのは高市さんだと予測しました。寅さんがね、大統領になると予測したですよ、2016年に。でも私にとってはね、2016年にね、大統領選でね、寅さんが大統領になると予測した人のトップっていうか、一番最初にそれを言ってたのは、私にとっては藤井元気さんなんだけれども、で、藤井元気さん今回の総裁選どう予測するんだろうなと思ってね、あれなんだけれども、最近全然藤井さん、見てないんでね、ネットでね。でもね、とにかく2016年、寅さんが大統領になるの当てましたからね。で、2020年の時も、よっぽど変なことがない限り、寅さんのはずって。よっぽど変なことがない限りってから言ってましたけどね。でもよっぽど変なことがあったので、寅さんじゃなくなっちゃいましたけど。はい。いいや。とにかく日本が良い方向に進む道を間違えないように、そして、天皇を中心とした、ね、日本という国、伝統と歴史のある日本、これをね、このまま、この先、次の世代にね、渡していけるような、そういうリーダーは誰なのかっていうことですよ。日本の国体っていうのは何なのかって一言で言ったら、天皇ですから。はい。皇統を守るということがどういうことなのかっていうことですよ。日本を守るということがどういうことなのかっていうことですよ。ね。とにかくね、日本が良い方向に進む道を間違えないように、そして国体を守るということがどういうことなのか、ね。天皇を中心とする、その日本の歴史と伝統、ね。それがどういったことなのか、世界から見てもどういうことなのか、それをね、今一度ね、多くの方にね、ちょっとね、再認識してほしいなと、私は心からそう願います。ということで、本日のお話はこれまでということになります。はい。長いことね、だらだら喋って、本当すいません。本当すいません。途中ね、早口でね、何言ってるか分かんないよって思うところもあったかもしれませんが、お聞き苦しいところはお許しください。ということで、ここまで、お聞きいただきました皆様、どうも、ありがとうございました。ということで、次回もまたいろんな話をしていきたいと思います。というわけで、じゃあ、近いうちにまたお会いしましょう。じゃあ、さよならバイバイまたね